は PM モデルの72分の1スケール F5A フリーダムファイターの仮組みを行います。 PM モデル、あまり聞き慣れない名前ですね。 PM モデルはトルコの模型ブランドで、日本には1990年代くらいから入ってきたんじゃないかな。なるほど、箱にもメイドインターキーってちゃんと書いてありますね。そうそう、詳しい経緯はわからないけど、今でも活動している現役のメーカーのようなのだ。日本国内の代理店はビーバーコーポレーションですね。飛行機モデルに限定した話だと、他社から金型を引き継いだものとオリジナル開発のもの両方を展開しているみたい。どこの金型を引き継いでいるの？イギリスのパイオニア2というメーカーかららしいのだ。へえ、それは初耳です。どんな機体を持ってきたの？ミラージュ3とかホルテン229、シーフユーリーなんかだね。逆にオリジナルは？タンク1はチさん、フッケバインとか F16 や F4 などがそうらしい。じゃあ今回の F5A は？スケールメイトで確認するとオリジナルみたい。そして複座型の F5B はパイオニア2の金型らしいのだ。そうなのね。ただパーツ構成を見るとほぼ同じなので、 F5A もパイオニア2の金型なんじゃないかなと疑ってます。いずれにしても今はオリジナル商品が増えてるわけですね。そうなのだ。ところで PM モデルのキットを最初に見たのっていつ？確か秋葉原のレオナルドだったかな。まだ浅草橋寄りに店舗があった頃の話だと思う。懐かしいですね。あそこは海外メーカー品もたくさんありましたからね。そうそう、学校帰りによく寄って珍しいキットを手に取ってはワクワクしていたのだ。寄り道してたわけね。当時は中古キット自体が珍しくて、ここでアカデミーやスーパーモデルを知ったはず。新宿のイエローサブマリンでも扱っていたかもしれませんね。そうかも。実際に買ったのはフッケバインで、確かホルテン229やシーフユーリーも並んでいた気がするのだ。試作機や対戦後期の機体ばかり並んでいた印象ですね。その通り、あの頃は珍しさに惹かれて購入した記憶があるのだ。そのフッケバインのキット、出来はどうでした？操縦席は床や座席はあるけど簡素な感じで、表面もなし地っぽくて荒かったかな。表面がザラザラしてたわけね。ただモールドは大モールドだったと思う。全体的にディテールは甘めだったね。それでも当時は貴重なラインナップ出してくれるだけありがたいという存在だったわけね。そういうことなのだ。じゃあ今回の F5A のキットはどこで手に入れたの？某個人経営の模型ショップで購入した。海外メーカーコーナーに置いてあって、箱が綺麗だったから手に取ったのだ。綺麗だったのは再販品だからでしょ？そうなのだ。調べてみると初出は1983年。今回の箱は2019年頃の再販品みたい。よく調べないから。反省なのだ。で、中身の印象は？正直箱を開けて失敗したかもと思ったのだ。どうして？パーツ数がとても少なく、第一印象は長谷川の 9F5A よりも簡素。後発なのにそれは少し残念ですね。モールドは凸モールドなんだけど、とても薄くて目立たない。主翼の形をしたプラバンがあるわね。これもよく見るとモールドがほとんどないのだ。凸モールドのキットでも動翼部分は大モールドなことが多いけどもね。このキットはモールドすら消えかかっているのだ。ところどころ金型のあれもありますね。さらに引けも多く、ちょっと修正が必要そうだね。デカールの印象はどうでした？細かい文字の印刷がボケてるかな。白い台紙も珍しいわね。ただキャラメルボックスのパッケージ形態もあってか、全体的に食玩っぽい雰囲気が漂ってるかな。なるほど。久々に触れるメーカーだからこそ、ディテールや作りやすさをしっかり確認して仮組みレビューを進めていこうと思うのだ。では早速パッケージの内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは真横から見た F5A なのだ。 CG のイラストみたいね。このイラストを見ちゃうとモールドがすごそうなキットに見えるけど、箱の中身はホワイトのランナーが2枚、透明パーツが1枚、デカール1枚、組み立て説明書、それに塗装図も付属しているのだ。マーキングは3種類。アメリカ空軍機、トルコ空軍機、トルコ空軍機のアクロバットチームとなる。なるほどね。部品点数は全部で33点。部品点数は結構少ないわね。それでは TM モデルの72分の1スケール F5A フリーダムファイターの仮組み始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で1パーツというか座席のみなのだ。ケーキパネルやパイロットもついてないので、他のキットからパイロットを拝借するか、ケーキはプラ版でそれっぽく作るしかないかな。改造の夢は広がりますね。
投稿者はこのまま進めます。次はエアインテークですね。エアインテークは2個組み立ててそれぞれにパーツ構成なのだ。出来上がりはこんな感じね。そうなのだ。次はエンジンですね。エンジンといってもノズル部分のみ、今は切り出して終了なのだ。総発エンジンですがパーツは一体となっているわけね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着。機種の重りの指定は特になしですね。ここで左右のエアインテークを取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか。凸モールドとなる弱々しいモールドですね。主翼はどうでしょうか。主翼は1パーツ構成となる胴体の裏から貼り付ける構造。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも凸モールドとなるがほとんどのモールドが消えている。塗装図などを参考に彫るしかなさそうね。尾面は引けもあります。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右1パーツずつ胴体に差し込む構造となるのだ。いつもと同じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースなので操縦席の開閉選択ができない。やや分厚いけども透明度は問題なさそうね。まあ問題なしです。次は足回りですね。まずは左右の主脚から。主脚は角2パーツ構成なのだ。タイヤと足本体ね。さらに胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は1パーツのみ。脚本体とタイヤが一体となっている。こちらも胴体に取り付けるカバーがありますね。そうなのだ。次はアクセサリー関連ですね。主翼の翼端に増装を取り付けられる。増装はひょうたん型ね。さらに胴体下にも増装を取り付けられるのだ。ふむふむ。最後は細かいパーツなのだ。機種に機関砲2門とピトー管を付けられる。なるほどね。では終わりに総評なのだ。今回は PM モデルの72分の1スケール F5A フリーダムファイターの仮組みレビューをお届けしたのだ。仮組み後の感想はどうでしたか。久々に触ってみたメーカーだけど正直お世辞にも良キットとは言い難い印象だったのだ。パネルラインは凸モールドでしたね。胴体部分のモールドはまだ見られるレベルなんだけど主翼のモールドはほぼ消えかけていてほとんど存在しないに等しいのだ。まるで主翼の形をしたプラ板って感じでしたね。それだけじゃなくてところどころに引けが目立つのも気になったのだ。特に主翼の裏面は顕著でしたね。さらに金型の劣化なのか表面にざらつきが見られる部分もあったのだ。金型のメンテナンスがあまりされていないのかもしれませんね。とはいえ組み立てれば F5A のシルエットにはなるのでディテールアップ前提のベースキットと割り切れば使い道はあると思うのだ。輸入品ですが価格もそこまで高いわけではありませんしね。長谷川の F5A よりも市場で見かけやすいかもしれない。自分で筋彫りをやり直したりディテールを加える人には練習用のベースとしてチョイスするのもありだと思うのだ。ちゃんとした F5A のキットは高額ですから手軽に遊べる F5A としては悪くない立ち位置かもしれませんね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。